いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは、キス釣りの極意を解説いたします。キスは砂浜の女王とも評される美しい魚です。浜からの投げ釣りやちょい投げ、船釣りでも狙えるターゲットとして大人気な魚です。キスは1年を通して釣ることができますが、その生態や時期ごとの特徴を知らなければ、釣果を伸ばすことは難しいと言われます。今回の授業では、初めてキス釣りに挑戦される方に向けて、キスの生態と釣り方を解説いたします。最後までよろしくお願いいたします。まずは、キスの生態から見ていきましょう。結論は次の通りです。群れで行動する。キスの当たりは鮮明。底スレスレで寝ている。姿の美しい魚の名を挙げると、シロギスは必ずベスト5には入ります。銀白色でスレンダーなその体型は、色白の美しい女性的な姿を連想させられます。船釣りはもちろん、投げ釣りや堤防からのちょい投げでも釣れます。食味においても天ぷらやフライの食材として魚屋で売られている馴染みの深い魚です。釣りの世界でも入門者は必ずと言っていいほどこの釣りを経験することになると思います。入門書などにも間違いなく登場します。砂地を好み、夜は砂の中に潜って寝るという話が入門書や図鑑などに書かれていて、それが常識として知られています。ビギナーでも釣れる魚ではあるのですが、数を釣ろうとすればベテランにはかなわず、想像以上に奥の深い釣りの対象魚でもありますが、生態的な話でも実はまだまだ知られていない要素が多々あります。群れで行動するについて解説いたします。シロギスは単独行動が多いのかと思いますが、意外と群れで行動しています。数尾の場合もあれば、20尾から30尾ほどの群れを作ることも多くあります。そして何よりも、一箇所に留まるのではなく、群れはかなり大きく移動し続けます。シロギスの口は小さいですが、下側に向かってロート状に伸びています。砂地または砂泥の海底を泳ぎ回って、その伸びる口を海底に向かって突き出して、強く吸い込むようにして、砂や砂泥ごと餌を捕食します。吸い込んだ砂や砂泥は、エラから吸い込んだ海水と一緒に排出します。餌の基本は海底に潜り込んでいる魚介類、そして小さなエビ、カニ類も食べています。群れを構成しているシロギスは、それぞれが捕食行動を繰り返しながら、群れ全体が徐々に移動していきます。この群れがいくつも存在しています。つまり、群れがどこにいるのかを探ることが、この釣りの釣果を大きく左右することになります。キスの当たりは鮮明について解説いたします。よくシロギス釣りで釣れてくるメゴチがいますが、メゴチとシロギスとの間には行動パターンに大きな違いがあります。この違いを把握しておくと、全くメゴチがかからなくなるというわけではありませんが、高い確率でシロギスをゲットすることができます。それは、メゴチは比較的海底でじっとしていて、時々わずかに移動する程度です。しかも、群れを作らずに単独で点在するようにして餌を待つように進んでいます。しかし、シロギスは海底から10センチメートルほど上の層を泳ぎ回り、積極的に餌を探しています。つまり、仕掛けを入れても仕掛けを引かずに餌を動かさないとどうなるでしょうか。運よくキスがそばにいれば食ってきますが、そう簡単にそばにいることも少なく、あちこちに散らばっているメゴチの餌食になってしまいます。そうならないように高確率でキスを食わせるためには、可能な限り遠投し、仕掛けをゆっくり引いてくることが重要なポイントになります。だからといって、あまりにも早く引いてしまうのにも問題があります。秒速5センチメートルから10センチメートルぐらいのスピードで引くことが目安となります。活発に活動しているキスがその餌を見つければ、動きの俊敏なキスの方がメゴチよりも先に捕食しようとします。当たりもキスの方がより鮮明なことが多いです。仕掛けを引いていて、そのような当たりがあったら、仕掛けを引くのを止めて、2、3秒ほど待って食わせるのがコツとなります。そこスレスレで寝ているについて解説いたします。夜の砂地の海底はカニやエビが徘徊しています。イソギンチャクの仲間も夜に活発に触手を伸ばして活動しています。また、タコの仲間はカニやエビを捕食しようと海底を這い回っています。昼の海とは全く違う世界が夜の海にはあります。シロギスは夜は砂の中に潜って寝ると言われていますが、海底から5センチメートルぐらい浮き上がった状態を保ち、体色も濃いネズミ色の状態で寝ています。しかし、寝ていてもセキュリティ機能だけは働かせているようで、外敵が近づくと逃げますが、夜は遠くに逃げらず、1メートルから2メートルほど逃げると、
そこで同じように海底から5センチメートルぐらいのところで浮きも沈みもしない状態で再び寝始めます。この海底の砂に潜らない睡眠パターンですが、必ずしも海底の砂に潜って寝るというわけではないようです。何のために海底の砂に潜って寝るのか、なんで砂に潜らずに寝るパターンがあるのか、少なくとも寝床として砂に潜ることだけが夜の海ではシロギスにとって安全ではないということが挙げられます。ここからはキス釣りのポイントについて見ていきましょう。結論は次の通りです。下側に伸びる口。30尾ほどで回遊。冬は深場に落ちる。下側に伸びる口について解説いたします。海釣りを始めたいという場合、入門魚としてポピュラーなのはアジ、そしてシロギスが挙げられます。ファミリーでも十分に楽しめて、どちらも堤防でも釣ることができ、ボートや船などでも狙えます。ハイシーズンであれば、坊主はよほどのことがない限りありません。基本通りにすれば、初心者でもつ抜けできることも多くあります。ちなみにつ抜けとは、10尾を超えることを言います。1つ、2つと数える場合、つの文字がつきますが、10を超えるとつの文字がなくなることに由来しています。おまけに、釣った魚を料理する場合、どちらも簡単に美味しくいただけます。地球上の生き物は、その生き物の生態に即した体の構造になっています。例えば、極端な例を挙げると、木の高い部分の葉っぱを食べるために、キリンは首が長くなるという体上の進化を遂げました。地面に生える草や低い木の葉っぱは、他にもそれを食べる動物が多く、キリンは競争のほとんどない高い木の葉を食べることで餌の確保の道を選んだのです。そのような見方をすると、魚の世界もうまく餌が勝ち合わないような生態に分化しています。小魚をスピードで上回って捕食するために、カツオは抵抗となる鱗を脱ぎ捨て、瞬発力の出る赤い色の筋肉を持っています。じっと海底に潜んで目の前に餌が泳いでくるのを待つヒラメは、体色も海底の色に似せられますし、噛みついて一撃で仕留めるための鋭い歯を持っています。30尾ほどで回遊について解説いたします。シロギスの場合は、海底の砂や砂泥に潜む磯目や魚介類、小さなエビやカニなどを食べやすいように、口が斜め下前方に伸びるロート状の口になっています。体を逆立ちさせなくても、まるで掃除機の吸い込み口のような構造で、砂と海水を一緒に吸い込みます。エラでそれをこして、砂と海水はエラから吐き出します。また、大好物の磯目や魚介類を見つければ、素早く吸い込み、口で軽く噛みながら飲み込みます。シロギスは、呼ぶと呼ばれる砂地や砂泥底のくぼみにいることが多いです。ちょうど潮の流れによって吹き溜まりとなるのか、そこに潮の流れによって餌が多く集まるのではないかと考えられます。シロギスは日中10尾から30尾ほどの群れを作って回遊します。捕食のための回遊ですが、単に移動するだけの場合は、かなり速いスピードで泳ぎ回ります。餌を見つけると、そこに留まって捕食します。シロギスはもちろん単独で行動する場合もありますが、やはりそれでは外敵に狙われやすいため、群れを作ります。しかし、大きな群れではなく、10尾から30尾ほどの群れで行動します。群れを作ることにより、たくさんの目が存在することになります。群れの中の一尾が何か外敵を発見した場合は、何らかのメッセージを発して警戒します。例えば、アオリイカがシロギスを狙ってその群れに接近した際、その中の一尾が接近に気づき、そのことで群れ全体が警戒し、アオリイカはイカパンチの触手を伸ばしたものの簡単に避けられてしまいます。また、シロギスは餌を求めて徘徊するようなスタイルで回遊します。その回遊も潮の流れをどのように察知しているのかは不明ですが、潮が止まると活性は落ち、潮が動くと活発に回遊します。特に砂地や砂泥の海底は砂紋といっておそらく波によって作られる海岸線に対して平行となるような段々の模様があります。投げ釣りで仕掛けを引いてくるとガタンゴトンという感触やじわりと重くなる感じの後に軽くなるのはこの砂紋の影響です。その砂紋が作られる過程で月の表面のクレーターのような形をしたくぼ地がいくつもできます。そのようなところには餌が溜まりやすくなります。シロギスはそのような場所を好んで捕食します。冬は深場に落ちるについて解説いたします。夏から秋へと積極的に餌を食べたシロギスは水温変化が少なくエネルギーも温存するために冬場は水深50メートル以上深い場所へと移動します。深場に落ちたシロギスは活性が落ちて食いは極端に渋くなります。しかし深場を狙って釣れると量刑がほとんどになります。ビギナーとベテランとでは超過も1対100ぐらいの大差がつく釣りであり、経験と勘に加え
敏感な穂先を持つ専用ロッドなど、道具にもそれなりに投資が必要になります。引きの強いキスということであれば、沖縄には星ギスと元ギスというキスがいて、どちらも白ギスによく似ています。星ギスの方が多く釣れるのですが、その引きは本当にキスの引きかと誰もが驚くほどです。さらに引きが強いのは、オーストラリアの固有種で、キング・ジョージ・ホワイティングというキスの一種がいます。最大で1メートルにもなるようです。世界にはまだまだ知らない魚がたくさんいます。続いて、キスの釣り方について具体的に見ていきましょう。結論は次の通りです。投げ釣り独自の持ち物。春先から梅雨までが旬。ゴールデンウィークから秋まで数狙い。それでは、この3つについて解説いたします。投げ釣り独自の持ち物について解説いたします。キス釣りを始めようと思われている方へ、まず、今回は少しでも釣果を伸ばす方法として紹介しますが、キス釣りは比較的簡単で手軽にできる釣りだと思ってほしいです。キスの投げ釣りは、置き竿、投げて待つスタイルの釣りと、引き釣り、投げて誘いながら巻いてくるスタイルの釣りに分かれます。そのため、次のような投げ釣り独自の道具が必要となります。投げ釣り専用の竿とリール、力糸、天秤重り、仕掛け、餌箱と石子、三脚、サンドポール、フィンガープロテクター、それぞれについてもう少し詳しく見ていきましょう。投げ釣り専用の竿とリール、ラインについては、置き竿ではナイロンライン、引き釣りでは PE を推奨します。力糸とは、投げ釣り、特に遠投で使用される補強用のラインのことを言います。力糸は、細い道糸と重りの間でクッションとして働き、道糸が切れるのを防ぐ役割があります。天秤重りは、置き竿では誘導天秤、引き釣りでは固定天秤がおすすめです。仕掛けは、キスの習性に合わせて考えられた複数の針がついた投げ釣り用仕掛けのことです。餌箱と石子は、餌と石灰が分けられるセパレートタイプの餌箱。餌のヌルヌルを防止して、餌をつけやすくするための石灰です。三脚とサンドポールは、鳩場や砂浜で竿を固定するものです。フィンガープロテクターは、キャスティングの際に指先を保護します。春先から梅雨までが旬について解説いたします。春先から梅雨時期終盤まで、置き竿による町の釣りは、大型のキスが期待できます。特に夜釣りは効果的です。タックルは20号から30号の投げ竿とドラグ付きの投げ釣り専用リール、または磯かご釣り用でも可能です。飛距離はあまり必要なく、食い込みの良さが要求されることが多いので、硬く高反発な引き釣り用の竿よりも柔らかめの竿が有利です。道糸は初めてされる方は伸びのあるナイロンラインが有利です。ナイロンは3号から4号、PE なら 0.8 号から 1.5 号がおすすめです。PE ラインの場合、食い込みを良くするためにドラグを緩めて待ち、当たりがあればきっちり締めて合わせて巻くのが基本ですが、ナイロンラインの場合はドラグは締めっぱなし、またはドラグなしの投げ釣り用リールで済むことも多いです。力糸はナイロン製の道糸と同じ号数か、少し太め3、4号から12号のテーパーの15メートルのものを使います。天秤と重りは誘導式天秤に15号から25号の重りがおすすめです。比較的オールマイティに使えることが多く、重い重りの場合、着水音で驚かせてしまうため、軽めの重りを使います。仕掛けについては、針はよく見る流線形9号から12号の2本から3本針で OK です。餌は砂利目、青磯目、本虫、チロリなど5センチメートルくらいに切って、小さめなら1匹丸ごと使います。なるべくソフトに投げて、時々5メートルくらい巻いて誘うのも有効です。ゴールデンウィークから秋まで数狙いについて解説いたします。ゴールデンウィーク前後から秋までの引き釣りは主に数狙いになります。竿は置き竿よりも高番手な竿が基本で、バットからベリーの反発力とコシのあるもの、できれば波継ぎを使用。リールはドラグなしの投げ釣り専用リール、ドラグありのリールならフルロックしてください。道糸は感度のいい P ライン 0.8 号から 1.2 号をめどに25メートル色分けの投げ釣り専用200メートル必須です。力糸は飛距離重視なら PE でもいいですが、魚の針がかり重視なら置き竿用と同じくナイロン製をお勧めします。天秤は固定式 L 型、重りの号数は竿の号数より一番手軽めが扱いやすいです。仕掛けは市販の引き釣り専用のもので十分です。針の数は最初は3本から4本くらいが扱いやすいと思います。餌は砂利目、青磯目、
チロリなど 2cm から 3cm に切って使い、垂らしは不要です。投げて底についたら糸吹けを巻き取って竿を立てて待ち、リールを2秒から4秒、ハンドル1回転くらいのスピードで引いてきます。巻きスピードはいろいろ試してください。目ゴチやフグが食ってきたらもっと早く巻きます。当たりがあったら最初の1秒食い込ませるために数秒程度ゆっくり気味に巻き、魚が乗っているのが手元で感じられれば、また元のスピードで巻きながら追い食いを狙い、数匹かかったかなと思ったら巻きスピードを上げて仕掛けを回収します。まとめです。春先から梅雨時期終盤までの置き竿による町の釣りはこのような仕掛けです。なるべくソフトに投げて時々5メートルくらい巻いて誘っていきます。ゴールデンウィーク前後から秋までの引き釣りは主に数狙いの釣りでこのような仕掛けです。竿を立てて待ち、リールを2秒から4秒、ハンドル1回転くらいの一定スピードで引き、当たりがあったら最初の1秒食い込ませて2匹目の追い食いを狙います。今回の授業は以上となります。キス釣りの極意の授業がこれからの超過アップの手助けに少しでもお役に立てれば嬉しいです。Web3.0 時代に先駆けて Discord を使った新たな釣りコミュニティ、釣りシティを作ってみました。釣り人が集まる仮想都市を目指しております。ジャンル問わず釣り好き同士で一つの街が作れたら楽しそうと思いやっています。登録方法は招待リンクを説明欄に貼っておりますので、そこからお入りください。これから主流になると言われている Discord に興味がある方がいらっしゃいましたら、一緒に勉強していきましょう。釣りって学べるは公式 LINE もございます。個別相談や情報発信の場として活用しております。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣り場を守る力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。この動画がいいなと思ったらグッドボタンやチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。